こんばんは。あれいいんだよ。こんばんは。今日も暑いです。全く雨など降りません。今日はね、グッドフライデー、また遠いかな。グッドフライデーっていう日で、キリスト様が亡くなった日とされてる日で、今日がね、タコチョ山にみんな歩いて登るっていう日だったみたいで、朝6時頃みんな車でタコチョ山の下まで車で行くみたいで、そこからみんな車を止めて歩いていくらしいんですよ。キリスト様を背負って、大きなキリスト様十字架を背負ってタコチョ山を登っていくらしいんですよ。で、その後にもぞろぞろ人が連なって歩っていくっていうのが習慣らしいんですけど、タコチョ山には今はいるのかわかんないけど、いるのかな、マリア様がこう立ってたんですけど、いるよね、亡くなってないと思うんですけど、そこに向かってみんな登山するんですよね。そういう日だったみたいで、朝からすごい渋滞してました、車が。結構いたな。あんな人数でタコチョ山の登ったら、タコチョ山の頂上はもう目いっぱいだと思うんですけど、どんな状況になってるのか全く分かんないですけどね、見に行ったことはないので。いや本当に暑い、今日も暑い。雨が降ってほしいです。本当に雨が降らないとね、これ暑さが和らがない。本当に困ったもんだって感じで。確かね、この時期は夜の雨っていうのが多い時期だと思ったんだけど、今はもう全く本当に降らないから、農作物本当にやばいと思います。サイパンでできるものの値段が高騰していく可能性がある。昨日もスーパーのものを出しましたけど、この後の方が本当にやばいんじゃないかなって思い始めました。いや本気で暑いんですよ。もう昼間ね、ちょっと何かしようって外で何かしようとしたらすぐ萎える。暑すぎて。これは良くないですね。本当に雨降ってほしいわ。雲が動いてる雲が、雨雲の雲が一瞬降るだけですぐ止まっちゃうんで、こんな状態じゃね、本当乾燥注意報どころの話じゃない。もうどのくらい降ってないかな、1ヶ月以上経つんじゃないかなって思います。ライブ配信し始めてから今日は雨ですねって言ったことないような気がしてきたんだけど、どうだったかなちょっとあんまり覚えてないんだけど、
んまり記憶がすぐ飛んじゃうんで、みんなには、視聴者さんには鳥と言われてますからね。本当に忘れちゃうんで。なるさんこんばんは。ありがとうございます。今夜も暑いです。あれちょっとこれどうなってるの？ちょっと待ってくださいね。こっちをこうしとかないといけない。今日も暑いですよ本当に。いやね、本当暑くてね、タオルとかも濡れたタオルをちょっと置いとくとすぐ乾燥っていう感じ。まだ雨降らないですか？降らないです。全然、全くと言っていいほど降らないですね。これ困る。こんだけ降らないとね、本当にちょっと深刻なんじゃないのって思ってきちゃう感じです。なんか今日昨日だかのニュースだかに新聞に、なんか日本人とか韓国人とかエスタってあるじゃないですか。今もエスタ使って入ってくるんですよね、多分。エスタっていうのがあって、簡単に入ってこれるサイパンに。それが中国の人にはなんかちょっと違う仕組みで、まあエスタの日本で言ったら日本人で言ったらエスタみたいなものがあって、それがなんか降りない状況でも、昔2017年とかにトランプ政権で同じトランプ政権第1期の時に、その中国人が入れるように、簡単に入れるようにって言って、エスタじゃなくてなんて言ったっけ、EVS っていうエスタに似たもの、中国人の人用にエスタに似たものを発行するようにして、5日前までに申請すればサイパンに簡単に入れますよっていう、アメリカ全部じゃなくてね、サイパンのみに発行したのが2017年でトランプ政権だったんですよね。で今回も一時コロナの時期にそのビザがストップしちゃって、入国制限がコロナでどこの国も入国制限が出たじゃないですか。それですいません、ナバルさんこんばんは。今日もありがとうございます。で入国制限が出て、コロナでそのビザ自体も消えちゃったんですけど、去年の11月末かな、11月末に完全実施をまたされたんですよ、一応。なのになんか最近新聞には書いてあったのは、議員さんたちはアメリカは何の返事もなしにこのビザを止めちゃってるんじゃないかっていう話が書いてあったんですよ。でアメリカは何の返事もしない、無視してるって言って、
君たちと同じでしょって感じなんだけどね、私から言わせると。私が何を言っても無視してる、連絡もしてこない、連絡を頼んでるのにもかかわらず全く連絡もしてこない、同じようなじゃなくて同じことを全くしてて、自分たちがやられた時だけそうやって言うんだなっていうのをすっごい思って、何言ってんだろうこの人たちって思いましたね。アメリカが連絡してこないのは、まず中国との関係が今のところ関税戦争してるから、ちょっと待てっていう状態なんでしょうけど、でもそれをなんか新聞にアメリカが連絡してこないからなんだとか、何にもこっちから連絡しても連絡来ないとかってわざわざ市民に訴えるように言ってるっていうことがなんか腹立たしいというか、自分たちがやってることそのものでしょって。個人一人のことに対しても返事もしない、電話もしてこない、連絡もしない、強盗があったってしかと無視、そういうような政権だから、政治をやってるのはあなたたちなのにそういうことを言っているっていうのはちょっと腹立たしい。新聞にわざわざリークをしなきゃ、そんなこと新聞に載るわけがないから、それをわざわざ言ってわざわざ新聞に載せて、だから観光業が悪いんだよっていう言い訳をわざわざしてるっていうのがなんかちょっと腹立たしいなっていうふうに思ったんで、ちょっとその辺をね取り上げてみました。だけど完全に実施はされてるはずなんですよ、アメリカで。2024年の11月末から。だからそのシステム自体がアメリカで止めちゃってるとしか考えられないですよね。止めちゃってる。それがないとね、もう中国の人は入ってくる方法は B1 ビザか B2 ビザを申請しなきゃならないんで、半年とか5、6ヶ月楽にかかるようなビザだから、そんなの待ってまでサイパンに行く必要性がなくなっちゃうから。中国はね広いから、どこにでも旅行は行けるし、あともうヨーロッパの方に地面がつながってるわけだから強いよね。車でどこでも行こうと思えば行けてしまうからね。日本みたいに島じゃないから、日本や韓国みたいに隣の国に行くには車じゃ行けませんよっていうところではないからね。どこでも行こうと思えば行けちゃうっていう場所だから、中国の中だけでもあんだけ広いとこだから旅行のしがいはあると思うし、サイパンだけじゃないぞっていう、サイパンだけじゃないからこそああいうビザが本当に必要だったんだけどね。必要なんだけどね。中国の人が本当入ってこないと、入ってくるとやっぱり危険な面もあるかもしれないっていうことで止めてるのかもしれないしね。よくわからないけど、そういう状態みたいですね。本当観光客の人今日もふらっとしてきたけど、全
全く観光客には会いませんでしたね。今日はローカルの人が結構いたかな、後でビデオ出しますけど、動画出しますけど、本当観光客の人が全くいない。ネイビーの人が多かった。軍人さんが多かったですね。お休みでこうサイパン島に上陸っていう感じの人たちがたくさんなんか違う島に来た感じな感じ。もうアメリカ人、みんなアメリカ人なんだろうけど、本当にもうレゲエっぽい人もいればイケメン君たちもいたり、さまざまな感じの、でもなんかサイパンじゃない感じの異国っていうのをなんて言ったらいいんだろう、そういう雰囲気になってましたね。だからね、やっぱ軍事化していくとああいう感じがもっと増えるんじゃないのかなって本当に思いますね。なるさん、イケメンいましたか？なんかこうアメリカ人のスッとした人たちがいっぱいいましたよ。本当にアメリカ人っていう感じで、ちょっと髪の毛茶色くてっていう感じのスッとした感じの人たちがわらわらわらっていたんで、あとね、沖にある黒い船の人たちもちょうど降りてきて、ちょうど島に向かって降りてきたところだったみたいで、この人たちも降りてきてたんで、その人たちだけでも2、30人降りてきてたんじゃないかな、20人ぐらい降りてきてたんじゃないかな、ちょうど。なんかね、降りてくる人たちが車の鍵を持ってて、駐車場に車が止まってて、その車で出発していくんだよね。あれどういうシステムなんだろう、ちょっと分かんないんだけど、タクシーもいっぱい待ってるのね。で視聴者さんのお知り合いのタクシーの人いないかなと思って見てたんだけど、写真も見せてもらったんだけど、その人はいなくて、でもタクシーって言われるタクシーがいっぱい止まってて、そういう船の人たちを港から送迎してるみたいな感じで、それのタクシーは分かるんだけど、自家用車みたいな車に鍵を持ってて持っていくんだよね。それが意味がちょっと分からなくて、そんな船に乗ってる間、車ここずっと止めてあって、それを自分の車なのかなって、しかも結構綺麗な車ばっかりを乗っていくんだよね。ちょっとびっくりしました。ああいうところは、どんなシステムになってるのかなって。鍵が例えば車のとこに置いてあるんなら、レンタカーとかそういうものなんだろうなと思うんだけど、自分のポッケから出して車を開けて乗っていくから、
船の上にいた人たちのはずなので、結局は前回降りた時から車はここにずっと置きっぱなしで、鍵も持ってて走っていく。自分のものなのって感じ、どうなのって感じで、ちょっと聞いてみたかったんだけど聞けずに終わって帰ってきちゃったんだけど、ちょっと話しかけるのちょっとなって思ってやめちゃったんだけどね。防波堤じゃない、チャーリードッグっていうとこに行ったんですよ今日。ちょっと待ってください、少々お待ちください、ちょっと待ってください。すいません、お待たせしました。そうでね、今日、いつものようにふらりとざーっと防波堤の方、昨日の映像で出したんですけど、うちから見えた漁船のような、ちょっと漁船より大きいかなみたいな船がいたんで、やっぱりあれが気になって、ちょっとゴルフ場とか行ってみようかなって今日思ったんですけど、まあいっかと思って、あの船の方がちょっと気になるなと思って、ちょっとあの船を見に行ってみようかなと思って、ふらっと出かけてきましたね。これ車の中からの映像なんでいつものように車の中からの映像は良くないです。フィルムが貼ってあるんでね、もう本当に暑いんですよ。これフィルムが貼ってあるからちょっと暗めなんですけど、フィルムが貼ってなかったらもう運転なんかできない状態ですね。本当に暑い、ムシムシとかじゃない、暑い、痛いって感じかな。ずっと山を降りていく感じのところなんですけど、ここはもともとコーヒーケアっていう海を見えるね喫茶店があったんですけど、その辺の場所ですね。ここ今何もないから説明のしようがないんだよね。この辺ってタポチョ山に上がっていく道のところなんですけど、目印っていう目印が今何にもなくなっちゃったところなんで、昔はね喫茶店があったり、パスタがここ曲がってくるところにパスタ屋さんがあったり、いい時代はそういうものがあったんですけどね、今なくなりました。何も。自然はいっぱいありますね、見ての通り。
見ての通り自然だらけで、信号もね最近は増えたから、何個あるかな、結構あるかな、10個ぐらいあるんじゃないかな多分。ちょっと汚いねこれ、汚いな窓掃除しようよね。光が当たると本当に汚いのが見えるな。こう入っていって港の方に入っていくんですけど、自分でもここだったっけな、あれ向こう側から曲がるんだっけなとかよく分かってないんですよね。なんかあったみたいにパトカーがサイレン鳴らして、止まった？サイレンが止まりましたね。サイレンが止まったのは何かあったのかな。やだな。サイレンがちょっと近くで止まったみたいなんで見たいな、外を。これね、ちょっとどうしようかな、外も見たいし、サイレンが止まったんですよね今ね。近所で何かあったかな。これ港に入っていくとこですね。なんだっけ、ど忘れしちゃった。港の名前、チャーリードッグ。ね、漁船みたいな、うちから見ると漁船よりちょい大きいぐらいのものだったから、何かなと思ってちょっと気になったんで、やっぱり見に行ってみようと思って。もう見えてきましたね。結構でかいんですよ。結構でかくて、これいっぱいタクシー止まってんですよね。でもしゅうちゃんっていう人は見かけなかったですね。この船の前はコンテナなんて置いてなかったんですけど、コンテナがこれわざと置いてあんのって聞いたら、わざとコンテナを置いて隠してるみたいな感じになってるんですよ。わざとって聞いたら、わざとだって言ってましたね。でポリスとかも多くてちょっと嫌でしたね。でもいいポリスの人と今日お話できたんで、ちょっとね、今日のポリスさん、私服のポリスさんだったんですけど、このお船のことを聞いたんですけど、いい人でしたね。茶物の方でしたけど、いい方でした。これじゃこのコンテナ邪魔で取れないじゃんって言ったら、わざとなんだって言ってましたよね。警戒態勢がすごくて、ポリスがいっぱいいて、でいつもないとこに小屋ができてたり、ポリス小屋ができてたり、一人はね、警察官の格好した、ポリスの格好したポリスは初めその人に聞こうとしたら、映像出てきますからちょっと見てくださいね。
れね取りにくくてしょうがないんだけど、どんどん近寄っていって、なるさん、もしかしたらまた嫌なやつ系ですか？これ映すな、手振ってんのかと思ったら映すなって怒ってんですよ。船を取っちゃダメだって言われて、なんでって言ったら、他のポリスの人が来て、いや取っていいよって言われて取ったんですけど、私服の警官の人が来て、私服の人は、この私服の人が優しかった。この人はもう俺はポリスだけ、この人がね教えてくれたんですよ。この船の名前とか、500フィート以上あるらしいですね、この船。でも入っちゃいけない、ここから入っちゃいけないんですよ。ここから入っちゃダメだよっていうところで、なんだっけ、カーティス・ウィルバーっていうの、カーティス・ウィルバーって言って、でかい、近くに寄ると本当にでかく感じる。何人乗ってるっつったんだっけな、すごい乗ってるんだよな。ものすごく乗ってた。何十人単位じゃなくて、何十人単位じゃなくて、ミサイルとかも積んでるそうで、サイパンに泊まるのは超レアらしいですね。ガチで戦艦ではないんだけど、ミサイルも積んでて、レーダーとかもう一戦で戦うお船らしくて、駆逐艦だって言ってましたね。何人乗ってって言ってたの？500人って言ったのかな。違うな、500フィートの人数もね相当乗ってんですよ。でこっからじゃ取れないなと思って、もう取れる場所を、これね、この船が沖にある船から帰ってきた人たち、休日で帰ってくる人たちらしくて、ちょっとね、なんか種類って言ったら変だな、人の雰囲気がこの軍艦じゃないけど、軍艦だよね、軍艦から出てくる人たちとはちょっと雰囲気が違う人たちなんですけど、沖の船から降りてくる人たちもバーッと出てきましたね。だから今日は多分ガラパンはめちゃくちゃにぎわってるんじゃないかな。今日の夜、昨日の夜、今日の夜、今日もまだこの軍艦は止まってるんで、一応レアらしいですよ。なんかね、普段は日本の横須賀とかグアムにもいたりするらしくて、フィリピンとかを拠点にしてて、何日間いるのとか言ってもそれは教えてくれないから、当たり前のように。で、いつまでいるのって聞いたけど教えてくれなかったね。海軍の中でも主力中の主力なんだって。世界的に見てもかなり性能が高い戦艦で、
イージスシステム搭載だって書いてあるね。対空対艦対戦ミサイル防衛まで全部やれるんだって。アーレイパーク級現役最強クラスらしいですよ、この船。昔こういう軍艦が止まった時にお店のお客さんにこの船の司令官みたいな人が来てくれて「いいよ」って「見においで」って言われて船乗せてもらったことがあるんですけど、この船より全然でかかったんですけど、もっとね私でも聞いても分かるような名前の船だったんですよ、その時の船は。その大きな軍艦は忘れちゃったけど、なんだっけ、大統領の名前がついたような船だったと思うんですよ。ガチでレアでサイパンになんか絶対来ないような船だったんですよね、その時のは。でもっとね取りやすいところ、全貌が見えるようなところに移動しようと思ってあそこからじゃ絶対撮らせてくれないから、あそこからじゃ中に入れないし、コンテナが邪魔で撮れないから、全体の形がで圧迫感だけあってダメだから、ちょっと全部が撮れる場所に移動しようと思って、でどっからなら撮れるって聞いたら、あそこから撮れるよって言われて、その優しい警察官の人に教えてもらって、したらちゃんと地図まで教えてくれて、じゃあ行ってみようと思ってで行ってみましたね。なんでサイパンなんかに来たのかなって、ちょっとそこが不思議の一つ。周辺パトロールって言ってもなんかね、今んとこ何かあったわけじゃないし、何かの演習の一部で来たのか、ティニアンとかあの辺がもう軍事化されてきてるから、なんかちょっとしたプレゼンスなのかね、プレゼンスにしてはちょっとこう大々的に来てないから、なんで来たんだろうって感じ。そんなレアな船がわざわざサイパンになんかありましたって感じなんだけど、演習なのかなと思うしかあとはないよね。演習ぐらいしか考えられないんだけど、グアムにはいるらしいからね、普段しょっちゅうっていうわけじゃないだろうけど、ちょっとごっつい船だなって、近くに寄ったらちょっとごっついなっていう感じはした。でここも港の名前があるらしいんだけど、ここ入っていいの入っちゃいけないのって雰囲気で、どっちなんだろうって。火力発電所のあるとこなんだよね、サイパンの。入っていいのかなと思いながらも、どっか止められるようなとこはなんか入っちゃダメって言われるような人はいなかったし、私有地とかだったら怖いからなと思いながら入ってったんだけど、私有地っぽいような、なんかそれっぽいような、っぽくないようなって場所で、人生で初めて来ましたね。ここにダーンっていましたね。ここにこっから撮れるんだと思って、
全貌が撮れるのねとちょっとカメラワークが下手すぎてあれなんですけど、これね、ちょっと待って、ここはね、ここから船を上げられるスロープになってる場所なんですよね。こっからなら撮れるじゃんと思って、なんか離れちゃうとこっから撮れると思ってカメラこう携帯構えてたら、このちっちゃい船が、これサイパンのポリスの船らしいんですけど、これが近寄ってくるんですよ、バーって急いで。だからちょっと怖くなっちゃって、何と思って、なんでそんなに近寄ってくるのって感じだったんですけど、あんまり撮ってるとなんか怒られちゃうのかなって思って、漁船ではなかったですね。ちゃんとした一応軍艦でしたね。レア系だということで一応撮っておかなきゃなって感じ。今の海軍では主力の船らしいですから、めちゃくちゃ機動力もあってミサイルも積んでて、対空も対戦もこなすマルチプレイヤーらしいですよ。ガソリンの補給で来たかな、分かんないけどね。ガソリンの補給、今ふと思ったけど、ガソリンの補給っていうこともあるかもしれないんだよね。言うかもしれないね。じゃなきゃお休みグッドフライデーだからサイパンでも行こうみたいなノリなのか分かんないけど、大きな船でしたね。パトロールにサイパンに来るとなったらちょっと違う気もするし、お休みでちょっと寄ったのかなって感じですかね。私もガソリンを入れに行きましたね。このガソリンスタンドのお兄ちゃんが陽気な人で、前回もここでちょうど YouTube をライブを撮ってた時に同じお兄ちゃんだったと思うんですけど、この人 YouTube やってんのって言って、この間も撮ってたよねとは言わなかったんだけど、この間も多分この人だったと思うんですよね。ガソリン代下がったんだよって教えてくれて、下がったって言ったって5ドル台5ドル台なんで、まだまだ高いっていう状態なんですけどね。とにかくサイパンが今あの軍艦から降りてきてる人たちがいっぱいいるんで、めちゃくちゃガラパンの街はにぎわってるんじゃないかなっていうふうに思われる。何かあったわけじゃないしね、全然ね。何かあったら怖いけど、何かあったわけじゃないのに来てるってことは、やっぱりサイパン軍事化の一つで、
普段は強力なレーザーとこれ今日の夕日ですね。今日の夕日なんかね、強力なレーザーと迎撃ミサイルを使って北朝鮮などのミサイルに対する迎撃任務を担うって書いてあるね。重要艦なんだって。重要艦今日お休みなんね。で日本や台湾近郊での警戒監視活動をする船、中国や北朝鮮の動きを監視するため東シナ海、南シナ海をよく巡回。日本の自衛隊やオーストラリア海軍とも共同訓練を行うことが多いって書いてある。空母打撃群護衛空母、例えばロナルド・レーガン、ロナルド・レーガンなどを守るための護衛艦としてって書いてあるな。ロナルド・レーガンっていうのが昔来たんだよ。多分ロナルド・レーガンだよ。多分前来てんだから乗せてもらったの、その船に。前この船より全然でかかったけど、もっとでかかったんだけど、もうね多分20年前ぐらいになると思うけど、その船が来て乗せてあげるよって言われて乗せてもらった覚えがある。多分ロナルド・レーガン、今ここに護衛艦としてって書いてあるんだけど、潜水艦や敵機の威嚇から空母を守るお船なんだこれ。フリーダム・オブ・ナビゲーション作戦、航行の自由作戦。中国が領有を主張する海域、南シナ海などにあえて入ることで、ここは国際海域だぞとアピールする任務にも参加してる船。災害支援なんかもするんだって。台風や地震などの自然災害の後に救援物資の輸送や医療支援をすることもある。インド津波にも活動って書いてあるね。結構長い間横須賀基地にいたらしいよこれ。でもとにかくレアなお船らしいですね。サイパンでは、グアムにはいるのかもしれない、たまには。サイパンでは超レアなお船。ロナルド・レーガンだと思う。多分10年前ぐらい、10年じゃ20年前ぐらい。名前を聞けば誰でもなんか知ってるような船の名前だったから、ロナルド・レーガンっていうこの船より全然大きい船だったから、この時来てたのはで乗せてもらって中歩いたけど、狭いんだよね。なんか通路が意外と階段とかも狭いし、その人のお部屋はね大きかったけどね、船員さんのお部屋はねみんなちっちゃいお部屋で、お部屋っていうか寝るとこがこれで寝るのみたいな感じのところに寝てたっていうのを見せてもらったんだよね。なんてかっこいいお船でしたね。今回はだから近寄っちゃダメって、初めのポリスは撮っちゃダメって言われたからね、写真とか。でも次のポリスさんが撮ってもいいし説明までしてくれた。優しいし
優しいチャモロのポリスさんだった。で今の治安はどうって聞いたら、良くないねって、もっと強化するべきだよみたいなこと言ってたし、で俺たち嫌われてんだよねって、ポリス今の時代ポリスを嫌われてんだよねなんてなんかちゃんと言ってくれるような人って好感持てた。ああいうポリスさんならみんな嫌われないのになって感じ。制服着てる人って意外と俺はポリスだって言って始まるから、だからなんだって言いたくなるんだよね。若い人でなんかポリスになりたての人はみんなそういう風に始まるから、日本でもそういうのありがちでしょ。それと同じ感じ。でも日本はコンプライアンスがなんか結構すごいうるさいから、今ね普通の人に話すのも結構敬語とかで話してきたりするだろうけど、サイパンのポリス全く違うから、若い人はイケイケやガンガンだから、私はもう大嫌いの部類に入るんだけど、ポリスはでも今日のポリスさんはいい人だった。私服のポリスさんだから結構上の人なんだと思うんだけどね。だからもうでも若かったな。若かったけど生きがってなかった。生きってなかった。とても優しい人でしたね。だから本当にね、この駐車場にも車がいっぱいいて、この間行った時の映像もこの港に行った時の映像の時より車も多いし、とにかくタクシーいっぱい、バスも来てたね。バスまで来てたし、あ、こんばんは。うねさん、わだけで始まりました。わ、こんばんは。いつもありがとうございます。わ、ずいぶん省略したな。わだけで始まったこんばんは。これね、今日は昨日漁船って言ってた。なんか長野で震度5だって。地震大丈夫ですかね。気をつけてくださいませ。これサイパンではレアな軍艦で大きいんですよ。本当大きいでした。昨日漁船かなって話をしてたじゃないですか。窓からうちから見える状態で、漁船のちょっと大きいやつかなと思ってたんですけど、違った。ちゃんとした軍艦で、バリバリの軍艦らしいですね。サイパンに泊まるなんてレアらしいです。イージス艦とかを守るお船らしくて、第一線の駆逐艦らしいですようねさん、自分には操船できませんそうですよね。大丈夫。うねさんなら操船できちゃうかもしれないですよ。うねさんならバッチリかもしれない。大きいんですよ。でこっから行ったらちょっと意地悪なポリスがいて、映像出てきますけど、取っちゃダメだみたいな。500フィート以上あるんですよ、この船。近寄ってったらめちゃくちゃでかい。でこれでも中型なのかな、アメリカの船としては。この人意地悪。手振ってんのかと思って近寄ってったら
取るなっていう意味だったらしい。ミサイルとか魚雷とか機関砲とかある船で主力艦ですって。すごいね。ね、あんまりいい顔されませんでしたよね。ビデオガンガン撮ってはこれ名前なんていうのって言ったら、優しいポリスはちゃんとこう教えてくれました。携帯で調べて。私服警官の人だったんだけど、ね、どうしてももっと近寄って撮りたいからと思って中のここから撮ろうと思ったんだけど、どうしても撮りにくいよね。大きいんですよ、本当に大きいの。大きさが伝わんないのがちょっと悔しい。大きいんですよ。こうね、わざとコンテナ置いてね、隠してるしね。コンテナわざと置いてるって言ってたから、わざとなんだと思って。だから取られるのが嫌ってことだよね。わしは30フィートまでしか経験ない。うねさん30フィート十分です。大きいです。で、どっか取れるとこないかなってこうね、全体が取ってみたいよなと思って、こう向こう側を見てたんですけど、やっぱあそこだと思って、あそこまで行ければいいやと思ったんですよ。でこのちっちゃいボートはサイパンの警察、このオレンジ色の船はうねさんもよく見るでしょ。沖にある黒い船から降りてきた人たち、多分マーチャントマリンの人だと思うんですけど、ちょっとね雰囲気が違うんですよ。この軍艦から出てくる人たちと、この船から出てくる人たちと、ちょっと雰囲気が違う感じ。マーチャントマリンの人たちは、黒い船から出てくる人たちはなんかもうこれから遊ぶぞみたいな格好で出てきてて、なんかね、これから遊んでやるみたいな感じだったの。だけどこっちの軍艦から出てくる人たちはそういう感じじゃないんだよね、全然。キリッとしてるわけではないんだけど、なんて言ったらいいのかな、なんて説明したらいいのかな。で、全体像をとにかく撮りたいから、全体像を撮れる場所までちょっと移動中ですね。優しいポリスの人が Google マップを使って教えてくれたから、それで行ってみようと思って。目つきが怖いですよね。そうなのよ。制服警官はね、みんな目つきが怖いっていうか、なんか生きがってる、なんて言うんだろう、言葉も俺はポリスだみたいな感じで話してくるでしょ。そういう人じゃない人もいるんだけど、今日の人は一人はそういう人だ。一人はいや、こんなちゃんとした優しいポリスいるのって感じの人だった。今日の一人の人は茶物の人で、わざわざ
あの場所にどうやって行けばいいのって聞いたら、こうやってこうやって行けるよって、Google マップ開いて教えてくれて、親切丁寧だなと思って、ちょっと珍しい人だなと思って。ちょっとね、このイージス艦じゃなくてなんだっけ、この船を取る警察官、制服の警官、顔隠してある人、あの人を見た時にちょっとある事件があったんですけど、ちょっとあれなんで動画からは削除してあるんですけど、まあ後ほどすれば。ちょっとお待ちください。今ね、ここ向かってる最中で、人生初サイパンに住んでて初めてこんなとこ行ったって感じで、こんなとこ初めて入ってって、本当にね、私有地なんだか公共の場所で走っていいんだかちょっとよくわからないようなところ入ってったから、この先この辺は車通ってるからいいんだなと思いながらちょっと安心したんだけど、この先が個人の持ちのものなのかなとか、入ってっていいのかなって思う感じだったんだよね。行ったことないから。迷子になってないです、うねさん。迷子になってるわけじゃないんだけど、入っていいのかなって、入ってっていいのかなっていう感じですね。あ、深夜さんこんばんは。ハーファーダイなんですね。ハーファーダイこんばんは。いつもありがとうございます。これね、人生初のところに入ってきましたね。こんなとこ来たことないですね。入ってきたことないです。迷子になってるんじゃなくて、もうなんか入っていいのか入っちゃいけないのか、ここ曲がっていいのか曲がっちゃいけないのか、ちょっと悩みながら入ってって、深夜さんは知ってるかな、火力発電所のとこなんですよ。火力発電所の裏側の海側の方、火力発電所も初めて見たんですけど、私見たことなかった。あ、ここがいつも爆発してるとこなんだと思って、ここなんだと思って、意外と近いは近いんだと思ってうん、それ迷子だよ。うねさん、あ、そういうのを迷子って言うんですかね、やっぱり。こういうの迷子ってやっぱ言うのかな。そうかもしれない。で、これ私有地なのか取ってていいのか、なんかほらいたみたいな感じで、こっからなら撮れる全部がと思って、そしたらカメラがなんかわかんないんですけど、このカメラが1倍ズームにしか1倍にしかなってくれなくて、なんとかズームになってくれなくて、この前に倒れたんですよ、私今日。あっちのお船のとこで、あっちのなんだっけ、また後忘れしちゃった後忘れしちゃったまた後忘れしちゃった、なんだっけ、あっち側で倒れて、なん
か1倍ズームにしかなってくれなくて、ズームを手でビヨンビヨンってやってるんですけど、全然ズームにならなくて、そしたらちっちゃいポリスの船がこっちめがけてガーって来たんで、ちょっと怖くなって、ポリスの船がね見張ってんですよ。なんかあんまり取っちゃいけないのかなって感じで、だからマニャガハトを取って帰ろうかなって感じになっちゃいましたよね。でここ家があるんですよ。港のとこに、この港の名前を教えてもらったんですけど、この港のとこに本当に小さい家があるんですよ。ここに住んでんのって聞いたら、ここに住んでるって言ってたんで、ちょっとと思ったんですけど、その先はちょっと深夜さん、チャーリーロックの対岸はあまり行かないですよね、こんなとこ。私も初めて来たんで、ここに人が住んでんですよ。このドックに小さな家があって、こんなとこ台風来たら吹っ飛んじゃいますよね。ちょっとねびっくりしちゃった。そこの人と話をしたんですけど、なんで住んでんのとは聞けなかったんですけど、若い人なんですよ、なおかつ。で私もちょっとガソリン補給をしに行ったんですけどね。いやちょっとね大きい船だったんで、漁船だとばっかり、漁船のちょっと大きいやつだなと思って、よく日本の気象庁の科学者たちのお船とかがちょっとでっかめ、漁船よりちょっとでっかめのお船で来たりするから、その船とかかなとか思いながら近寄ってったんですけど、今日窓から見てまだいるなと思って、まだ今日もいるんだと思って、ちょっと見に行ってみようと思って。船さん、ここのスタンドはよく行きます。あ、本当ですか。ここ来ます。このお兄ちゃんがYouTube 出てもいいよって言ってくれたんで、で値段も安くなってるんだよ今、ガソリンなんて言って。全然安くないですよ。どこが安いんだって感じ。5ドル以上で安いとか言っちゃってくれちゃって、全く安くない。これは今日の夕日ですね。帰ってきて夕日でも撮るかと思って置いといたんですよね。いやでもあんなでっかい船だと全然思わなかったから、ちょっとびっくり。お船映ってないじゃんね、これ。あれでお船入れたのにな。編集するとき下カットしちゃったのか、失敗。お船うちから見て、深夜さん、サイパンではダンダンの住宅地には行ったことない。ダンダンの住宅地には行ったことない。ダンダンの住宅地、ダンダン CUC の裏の方ですかね。ダンダンの住宅地って多分 CUC の裏側の方かな。ダンダンって言ったらダンダン商店のところでしょ。あの辺がダンダンでしょ。あんまりねサイパンの地名もね
ススペとガラパンとダンダン、あと何かあったっけ、キャピタルヒル、あとどこ、あんまり言われないとわからないので、言われないとサイパンの地名っていうか地域の地名が言われればわかるけど、これまた20倍速なんで、今日の夕日も20何倍速かな、25倍速ぐらいにしたのかな。ほんと漁船かと思ったらあんなでっかい船だと思わなかったんで、あら最後がまた入ってた。あんな大きな船だとは思わなかったんで、ちょっとびっくりしましたね。でなおかつ一線を働いてる船だなんて全く思わなかったから、ちょっとびっくり。明日もいるのかな。明日いたら向こう側からもう一回ちょっとちゃんとズームができるようにして撮りに行きたいなとか思うな。サイパンではレアだっていうから、日本だとね、横須賀行けば横須賀に結構いるみたいだから、横須賀行けば見れるんだと思うんだけどね、サイパンだとレアケースなお船らしいんで、だんだんの住宅地には行ったことないって、だんだんの地名のこと言ってるんですよね、深夜さん。あそこ今日行ったとこがなんていう地名なのかは分かんないんだけど、火力発電所があそこにあるのも、あれがそうなんだっていうのも全然知らなかった。爆発したりする音とかそういうのは聞いてたんだけど、あ、ここなんだと思って、爆発したから停電ですよとかよくあったでしょ。最近ではそんなになくなったけど、なんか1個が爆発したからって言ってたのがあれなんだと思って、何個も塔になって、後の映像で出てくるけど何個もこう筒みたいのになってて、あれが爆発してるんだ、一つとか一つ爆発したっていう意味が、あの筒が爆発したりしてるんだというのがちょっと今日やっと分かった。今まで何言ってんのか、なんかガスタンクみたいな丸いタンクみたいのが爆発しちゃってんのかなっていうイメージがあったから、そりゃすげえことだと思ってたんだけど、ああいう筒が一つ爆発したりしてたんだね、多分。今日初めて思いました。長いこと住んでても知らないことだらけだなって本当に思いますね。全く知らなかったから。大体がこの道から右側ってガラパンまでガラパンまで行かない、ガラパンまではまっすぐ走るっていうことのが多くて、右側に行く用事なんかほぼないから、この道はもうガラパンまでまっすぐっていう用事しかないから、右に行くことなんかほぼないから、この辺もほぼない、ほぼというか、今回 YouTube をやり始めてから入ってったっていう感じだかな。 YouTube をやらなかったらこんなとこ行く用事がない。
なるさん、しかし本当に何もないですね。何もないんですよ。何もないですね。サイパン丸ごとって感じですけど、何もないんですよ。ここがチャーリードッグ。本当に何もないんです。チャーリードッグなんて、だからテニアンに昔フェリーしかなくてっていう時にフェリー乗ったっていうぐらいですよね。フェリーに乗りに行くのにここに来たっていう感じかな。あと来る用事がまずない。あぶねさん、今日タクシーがこういっぱい止まってたんですよ。ほらほら、見えます？画像で。で、しゅうちゃんっていう人を一応見てはいたんですけど、いなかったですね。しゅうちゃんみたいな人が。タクシーいっぱい止まってるからいるかなと思ったんだけど、出会わなかった。もしかしたら来てたかもしれないけども、もうすでにお仕事出てっちゃったのかもしれないし、まだねタクシーがこういっぱい並んでて待ってる人がいっぱいいたんですけど、その中にはしゅうちゃんはいなかった。しゅうちゃん、シエナを探せ。シエナ、今さっきのもシエナじゃないのかな、違うかな。しゅうちゃんいなかったですね。タクシーっていっぱい止まってたけど、バスも1個出てって、まだこれバス1個待ってる状態だったし、何人乗ってるって言ってた？すごい人数乗ってるんですよ、この船って聞いたんだけど、500人から800人って言ったのかな。深夜さん、サイパンのタクシーは白タク？白い色してるタクシーだけど、いやタクシーって横に書いてある。しゅうちゃんのシエナはブレーキ効かなかった。怖いじゃん。しゅうちゃんのやばい、それブレーキ効かないと。白タクって白タクっていう意味だったら白タクじゃないタクシーが今日はいっぱい来てましたね。横にタクシーってちゃんと書いてある方のタクシーが来てました、いっぱい。で普通にこの船じゃないんだけど、ブラックシップから降りてくる人、ブラックシップから降りてきた人たちが普通に鍵持って駐車場に車止まってて、その車を乗っていくんですよ。どういう意味なのかなと思って。車を止めてあんのかな。車をずっと船に乗ってる間、駐車場に自分の車が止まってて、それを乗ってってるとしか考えらんないんですよね。レンタカーとかだったら鍵持ってるわけないもんね。ちゃんと教えてくれたんです。この人は優しいおまわりさんだ。入っちゃダメって聞いたんだけど、やっぱり入っちゃダメって言われて、でっかさが通じないと思うんだけど、本当にでっかいんだよね。
本気ででっかい。いや、こんなにでっかい戦艦だとは戦艦ではないのか、駆逐艦だとは思わなかったんで、ちょっとびっくりだったね。なんだっけ、スパイに間違われますよ。あ、そういうのもあるのか、スパイとか。そうだよね。スパイとかだってそんな写真撮りに来ないでしょ。映像なんかもうとっくに持ってるから、そんなものは撮っても仕方ないんじゃないのかな。違う、ちっちゃいポリス船だって言ってました。これが何してんのかなと思ったら、ポリス船、これがブラックシップから降りてきた人たち。サイパンの沖にいつもいる黒いお船ですよね。黒いお船に働いてる人たちがあの船に乗って週に1回とか降りて遊びに来るんですよね。スパイか、そうだね。スパイっていうのもあるんだね。スパイの人だったらみんなこれ YouTube で共有しちゃってるから。でも怒られるでしょ、本当に撮っちゃいけないものだったら。なんかね、ほんとズームがいきなり効かなくなったんだよね。なんか電波でも発してんのかな、ズームさせないようにとか。そんなわけないよね。こんなとこほんとギリ来て、この防波堤このドッグ、チャーリードッグだから、ちょっとね、迷子っぽくなった。迷子っぽく迷子のような感じになった。入っていい道なのか入っちゃいけない道なのか分かんないとこ多いじゃないですか、サイパンの道って。だからね、で私有地なんか入っちゃうとガンで撃たれちゃったりしなくもないでしょ。どっから私有地なのか、どっからノーティスとか書いてあったりもするから、看板がついてたりするから、ちょっとなんか恐る恐るだったんだよね、今日こっちの方行くのが。こういうアスファルトなんだけど、なんとなく違う雰囲気に途中からなってきたっていう感じかな。この辺もコンクリートの電信柱が多くてちょっとびっくりしたんですよね。木じゃないんだと思って。コンクリートの電信柱なんだと思って。うちの周りとかは木の電信柱が多いんですけど、この辺ね、みんなコンクリートが多かった。普通にコンクリートの電信柱になってて、前回の台風の時に倒れたのかな、もしかしたら。この辺もあの時も壊滅的だったから、サイパン。
何にもないんだけどね、何にもなさすぎて、マンゴなんとかっていう道を目指していきなって言われたんだけど、どこに書いてあるんだよって感じで、その道自体が。チャーリードッグはまあ商用のお船だと思うんだけど、その隣の観光客がよく使うようなところとここのドッグの違いって何なんだろうなと思って、同じようにスロープになってるし、使い勝手が悪いからここは有名じゃないのかなとか、ちょっと遠いから。ここはみんな多分ほぼほぼの人は行かない場所。脱輪動画まだですか？脱輪しないですよ、しないですよ。脱輪しないですよ。脱輪しないですよ、これ。倒れたのは私で、車は倒れてない。この辺ちっちゃい小屋みたいのがいっぱいあるんですよ。で1個の小屋のところから人が出てきたんで、車はすごいいいのが止まってるんですよ。すごい高そうな車が止まってて、お金持ちなのかなって感じ。お金もここに住んでるのって聞いたらそうだって言ってたんで、家っていうより小屋っていう感じのものがあって、そこに住んでるって言ってましたね。で太陽光のなんかついてたんですよ。ちょっと気になっちゃって。カメラかなあれ。あ、太陽光のカメラかな今の。カメラだったのかな。カメラだったのかもしれない。ライトかな。何だったんだか分からんけど、こっからならちゃんと撮れるっていうことでね、ちょっと回ったんだけど、カメラがちゃんと動かなくて、ここに来てちょっと下手くそだなって感じだよね。もう写真にしましたね。今もまだ止まってるんで、ちっちゃいパトロールカーみたいな船が近寄ってくるから、次回動画はバードアイランド上陸無理やって、上陸無理やってあれ、上陸は無理です。あそこ渡れないもん。陸からはバードアイランドの上からしか行ったことない。昔はね、よくダイビングの間に
ふざけて上陸とかってしたりしたことはあるけど、歩いて行けたの？あ、そうなんだ。お姉さん歩いて行ったんだ。すごい、行けたんだ。行けなくないのかもしんないけど、やだよ、あんなとこ怖くて。どんなとこをあそこに出るまでどんなとこを走っていったの、お姉さん。なんか想像を絶するようなところを走っていきそうなんだけど、道なき道とか通ったんじゃないの？そんなことない？パウダーアイランドを歩いて上陸なんて、なんか想像しただけで道なき道をこう入っていかなきゃバードアイランドに着けないんじゃないのって思うんだけど、あそこの海岸に、行ったことはないのでわかんないんだけど、陸からは一回も行ったことないですね。相当遠いよね。どうやって行くんだろう。わかんないや。茶室の友達が卵を持ち帰ったようねさん、卵、亀のか。亀の卵を持ち帰ったってこと？それはやばいね。それはいけないですね。亀が減っちゃいますよね。だから亀触ったら15万ドルとか罰金があるはずなんだよね、本当は。お姉さん、海岸までは崖を転げながらアリに噛まれて到着。うわ、やば。ほら、鳥の卵なんだ。鳥の卵か。ほら、やっぱり海岸までは崖があるんだ。どっか崖があるんだ、そこ。海岸に降りるのに、なんか道なき道を通ってくればなんか降りれそうな、あそこの海岸に出てこれそうな気もするけど、崖があるんだ。やだな。だいたいあの辺崖だもんね。こうドンってなってて、そこから海岸って感じなのか。なんか海岸にはなってるけどね、なんか崖を転げ落ちるのは嫌です。そういうのはほら、なんだっけ、トレッキングとかああいうので行ってもらわないと。無理。もうこのなんか普通のアスファルトがあってもなんかわけわかんないとこ入っていくの怖いのに、ただでさえアスファルトが引いてあっても怖いよ。なんか深夜さん、ヒアリ噛まれると痛いですよね。痛い。ヒアリかな、携帯をこれ夕日を撮るのに携帯をお外のとこに置いとくんですよ。そうするとすごいちっちゃいアリなんだよね。あれアリの赤ちゃんとかいうのではないと思うんだけど、すっごい小さいアリなんだけど、しかも黒いアリなんだよね。赤ではないのにめちゃくちゃ痛いんだけど、噛まれて携帯にアリがついちゃうの。携帯の棒を土のところに刺して携帯置いて、
これ夕日を撮ってるんだけど、今日気づいたんだけど、ちっちゃいアリが携帯にくっついてて、初めなんだか分かんなくて痛って思ったんだけど、痛い痛い痛いって思って、ヒアリじゃない種類で、ヒアリの赤ちゃんなのかな、そんなわけないよね。ヒアリの赤ちゃんで赤いよね。赤くなかったから、赤くないやつなんだけど、すっごい痛くて、痛くて痒くて、携帯にね何匹もついてて、携帯の冒頭うわ、気をつけて部屋に持って帰ってくる時にもう払って持ってこないとダメなんだと思って、ちょっとびっくりした。あそこ殺虫剤かなんか撒いてから携帯立てないとアリにやられる。アリを部屋に持ってきちゃうことになっちゃう。本当にちっちゃいの、1ミリとかのアリなの。何の虫だろうっていう感じで、携帯こうやっていじってたら、携帯の画面にこうアリが歩いてて、と思って、動画の中なのか、動画を編集してる時だったから、動画の中なのかと思ったら、携帯についてましたね。すっごい痛かった。2、3回チクチクやられて。ひかりさんの指紋が甘いんですよ。甘いの。いや、ほんと携帯にくっついてきたんだって。ほんと嫌、もう嫌だった。で、腕のとことかチクチクってして何かと思ったらアリでしたね。気づいてちょっと本当にびっくりした。ちょっと人生初のサイパンの場所でしたね。でもちょっとね、なんか雰囲気っていうか、あそこから見る海のところが、大きな船が止まってるからかな、なんか雰囲気がいいなって思ったんですよね、今日。あれ、船が止まってなかったら、ちょっとあそこがただの防波堤になっちゃうから、いまいちかもしれないけど、なんか使われてない感がすごい良かった、今日行ったところ。火力発電所がね、ほんとあそこにあるとは全然知らなかったから、こういうもんなんだと思って。サイパンもね、太陽光をね、もっとガンガン入れて、太陽光パネルガンガン入れてね、太陽光で賄うぐらいのことをやってもらえれば一番ありがたいんだけどね。グアムはね、もう大規模なのが、アメリカから援助が下りてやり始めてるから、今何年2030年ぐらいまでにはグアムの一部分が太陽光で賄えるぐらいになるっていう話が出てるんだよね。グアムの方が住むには安上がりになりつつあるのかもしれないよね。うねさん、太陽光を入れても将来処分で困りますよ。なんかどっかでパネルがだよね。パネルがなんかどっかで
なんかそういうニュース見たな。そのパネルを交換したパネルをその処分が困るっていうニュースを前に見た気がする。じゃあグアムは違うわ。グアムは太陽光じゃないや。ごめんなさい、間違えた。海だ。海の中で揚力発電、海の中での発電だ。そうそう、グアムは太陽光じゃなかった。揚力発電、海の中で発電するやつだ。そういうのね、サイパンもやってくれればねいいんだけどね。サイパンは病院を太陽光で賄うようにするって言ってた。病院だけ、サイパンはね。それがだから今回始まりつつあるっていう感じ。島の人たち、住民をなんとかっていう状態じゃないから、電気料金や光熱費が安くなって住みやすくなるのはグアムなのかな。グアムの方が今住みやすいっていうのはよく聞くから、住むのには法律もそうだし、政府もそうだし、アメリカのアンダーだし、サイパンは中途半端だから、全てが中途半端で文句ばっか言ってるでしょ、議員さんたち。深夜さん、光亭にはジェネレーターありますか？あるんですけど、動かしてないんで、動くかどうかわからない動かしてないんですよ。随分あれ、それでなんか動かすのにも怖い。すっごい音するし、前はね、昔は人がいたから定期的に動かしてたんだけど、最近動かしてないからちょっと怖い。ガラ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 っていうか、なんかすっごい音して動くんで、なんかそのまま走ってっちゃうんじゃないかっていう感じ。3畳ぐらいのとこに3畳ぐらいの大きさなのかな、あれ3畳ぐらいの部屋に2畳ぐらいの大きさのものがドンっていて、それかけると走ってっちゃうんじゃないかっていうぐらいの音がするんですよ、本当に。あれ定期的にかけなきゃダメなんでしょ。かけてないんですよね、怖くて。誰かいればねかけてもいいんだけど、ちょっと一人じゃなんか怖い。今度かけてみようかな、 YouTube ライブでライブ配信しといて。でもライブ配信しといても助けてはもらえないからな。バンとかなっちゃったら怖いしな。定期的にエンジンかけなきゃいけないんですよね、あれね。かかんのかな、大体が分かんないや。もうだから台風の時も、台風で電気ない時も2回ぐらいしかつけなかったんで、もうあまりにも灯油代じゃなくてディーゼル代か、ディーゼル代高すぎるから痛いまた痛い、チクってきた、かゆい。
またあれ、まだあれ、あれいるんじゃないのこれ。やばい。ちょっと掃除機かけよう。あと痛い。ずっとジェネレーター、ディーゼル代が高すぎてかけてないんですよね。つけてない。ガソリンだって 5ドルいくら、5ドル50、いくつ、5ドルいくらって書いてあった。20ドルで13ガロンぐらいしか入らない状態。 13？ そんなことない。そんなに入らない。とにかく高い。ディーゼルはもっと高いから、なんかね、ディーゼルを入れてなんかしなきゃいけないんですよね、ジェネレーターって。何をしなきゃいけないのかも忘れちゃったし、もう電源が入るかどうかもわからない状態。最近は1時間とか2時間の停電だともうジェネレーター使わないし、もうそのまま黙って我慢する。また停電だって我慢するしかないっていう状態だから、深夜さんのとこはジェネレーターあったのかな昔。ジェネレーターあるアパートとかの方が楽ですよね、絶対に。ジェネレーターはね、ちょっと怖くていじれない。ちょっと怖くていじれないですね。また長野で地震があったみたいです。なんか今日長野で夕方から結構地震がちょこちょこ小さいのと大きいのとあるみたいだけど、大丈夫ですかね皆さん。長野に住んでる人いなければいいけどっていうか、長野に住んでる方はいらっしゃる。私のチャンネルを見てなくてもいらっしゃると思うんで、お気をつけてくださいませ。ね、地震怖いよね。サイパンもなんかのプレートの2つのプレートの1つのところにいるらしいから、地震が起きてもおかしくない。グアムに昔ね、震度3ぐらいの地震があった時、マンションの建てたばっかりのマンションの1階と2階がぺっちゃんこになった光景を見てるから、やっぱりサイパンとかグアムとかは耐震には備えてないから、ちょっと怖いなと思いますよね。深夜さんあったと思います。管理人の人がたまに整備してましたよ。ああ、やっぱそうなんだ。アナックスって言ってたもんね。そうだ、アナックスはあるよね、ジェネレーターね。このジェネレーターもあんだけのね、家がコンドミニアムがいっぱいあるわけだから、相当でかいジェネレーターっていうか、ジェネレータールームとかになってんのかな。あれだけあんなに大きなものを
大きなところをカバーするんだから相当だよね。深夜さん、いろいろ住みましたよ。あ、そうなんだ、いろいろ住んだんですね。いろいろ住んだことあるんだ。なんかチクチクすると本当に何これ、やだな。アリ買い込んじゃったかな。この辺に住んでる人たち台風で飛んだら飛んだで仕方ないみたいなおうちな状態なんだけど、いやこれちょっと海沿いだから余計に風がちょっとでも強かったら結構来ると思うようなとこなんだけどね。どうなんだろう。怖そう。映像でゆっくり見るとなんか怖そうなとこだなって。深夜さん、アクアリウスが一番利便性が良かった。マンションみたいなとこだよね。タウンハウスの横、お買い物も近いし、お買い物も歩いて行けるし、便利は便利だよね。何でも周りにあるもんね。超便利かもしれない。あんまり撮ってるとなんかほんとあの船ってあんまり撮っちゃいけないのかな。撮ってるとこのちっちゃい船がこっちに向かってくるんだよね。調べるとレアだって書いてあるから撮っちゃいけないのかもしれない。サイパンに泊まるのがレアなんだろうな。アクエリアスですよ。違う？違うの？アクエリアスとアクアリウス違うの？どこ？じゃあアクアリウス。また知らないとこが出てきた。アクエリアスがタウンハウスのとこだよね。じゃあアクアリウスって何？どこ？知らない。聞いたことない。あそこアクアリウスっていうの？あそこアクアリウスっていうの？そうだったっけ？あそこがアクアリウスっていうんだ。ちっちゃいプールあるとこだよね。ホテルもやってたとこだよね、昔ね。あそこもどうなっちゃったんだろう。一時期ホテルやったりしてたけど、アクアリウスっていうんだ。あそこは便利だよね。あそこも便利だね。ナインティナインも行けるし、ガラパンに近いし、小学校のね横ね。そうですよね。分かった昔日本人のオーナーさんだったんだけどね。昔
なんていうおじいちゃんだったっけな、有名な人だったんだけど忘れちゃった。顔は思い出すんだけど、なんていう人だったっけな、忘れちゃった。忘れたな、出てこない、出てこないや。藤田さん、違うかな、違うな、忘れた、思い出せない。あそこが一番便利だったんだ。あそこもなんかいつだったっけな、なんか部屋を小さく区切られちゃって、エーストマトはまだありましたわかんない、合ってないんで、会ってはいないし見かけてもいないから、ないですとは言えない。もうないですって言ってあったっていうことあったし、あると思いますよっつってなかったこともあったから、ちょっとね、会ってない人のことはね言えない。ずっと会ってないですね、多分15、6年。名前も聞いてないですかね。15、6年会わない人いっぱいいるからあれなんだけど、いや、あるかないかはわからないな。インストマト会ってはいないし見かけてもいないし、私自体が深夜さんいつもカレー屋では漫画読んでた。カレー屋どこにあんのカレー屋。まさかのケンちゃんカレー屋、まさかだよね。あんなとこって言っちゃ悪いけど、あんまりやってなかったもんね。そんな長い間やってないかったから、そのカレー屋じゃないよね。そのカレー屋だったりして、ケンちゃんのカレー屋のこと言ってる。そこやってたのどのくらいやってたかな、2、3年とかじゃないのかな、もっとやってたのかな、私が知らないだけかもしれないし。カレー屋ってそのこと言ってます。違うわ、あのカレー屋だ。なんだっけ、出てこない、あの女子の名前。サンディだ出た、そこだ、そっちだやっぱりそっちだ、そっちですね、やっぱりね。それサンディが出てこなかった。やっぱりそっちだ、そっちのカレー屋だ。だよね、まさかのケンちゃんカレー屋じゃないよねあんまりやってなかったからそこじゃないよなと思って考えたら、そこしかないもんね、サンディのとこしかね。なるほど、納得。そのカレー屋さん一回も行ったことないから分かんないんですよね。私は一回も行ったことがなくてちょっと分かんないんですよ、中とかも。サンディ自体は知ってるけど今も元気なのかどうなのか
会ってないから分かんないですけどね。今日だから朝から5時ぐらいかな、5時ぐらいから登山客渋滞ですごかったです。この道もう車だらけ、大渋滞。グッドフライデーでタコチョさんにキリスト様を担いで登る行事があったんで、朝5時ぐらいからざわついてましたね。ダメ、みんなダメ。ちょっとあっち行って、ちょっとあっち行って。にゃにゃ、ちょっとごめんなさい。あーよしよし。またニャニャジャンプが始まるかと思ってびっくりした。サンディだ。あの頃みんなサンディにねお世話になってる人が男性陣は多かったと思うから、サイパンの人も他のツーリストの人もね、当時はすごかったからね。カレー屋さんやってたんです。そういえばカレー屋さんだったんだ。このカレー屋さんってどこにあったんだっけ。全然どこにあったかも思い出せないんですけど、店構えは覚えてるんだけど、それがどこにあったのかを全然思い出せない。あの頃はサンディ全盛期ですよね、本当に。お金儲けしたからもうどっかに引っ込んじゃったんでしょうね、お金貯まって。トランプさんがトランプさんが起き出してなんか言い始めたかな。今日アメリカお休みですよね、グッドフライデーってね。これサイパンだけじゃないですよね、アメリカがお休みってことだよね。そうだよね、いいんだね。アメリカがお休みでドル円もずっともちもちしたまんまですよね。もちもち、ずっともちもち状態、一日中もうずっとこの辺で動かないですね、最近のドル円は。トランプさんも何も言わないで黙ってるみたいです。明日は何取ってこようかなって。なんかね、マリンビーチっていうとこに昔行ったんですよね。昔その昔どこだったか忘れちゃって、なんか車でちゃちゃって行けたような気がするんだけど、気のせいかもしれないから、あれなんだけど、マリンビーチっていうとこ行ってみたいなって今日とかも思ってたんだけど、でガソリン見たらあんまりなかったから知
そういうとこやめとこうと思って、近場でこの船、そういえば漁船見に行こうと思って漁船だと思ってたものを見に行ったっていう感じなんですけどね、ちゃんとした艦船だったんでちょっとびっくりで、本当に大きくてちょっとびっくりしましたね。今日もそこでいろいろちょこっとあったんで、ポリスとですけどね、ポリスがガンを持ってるから、ガンを見たくないので、見たくないっていうか、見ると倒れちゃうんで見せないでくれって言って、顔を隠したおまわりさんがね生きってたんですよ。何が見たくないだとか言って、見たくないものは見たくないって言っただけなんですけどね。今日はそんなこんなで、ちょっと疲れたんで、明日は今日撮ったやつと今日の残りと、ちょっと行きたいところがあるんですけど、行けるかどうかは分かんないんですけど、やらなきゃいけないこともあるし、片付けしなきゃなって思ってることがいっぱいあって、片付けが全然できてなくて、何年もね放置状態でいたんで、自分で動けない状態でいて、それをねちょこっとずつ片付けてはいるんですけど、片付かない。暑くて動けないんですよね、めちゃくちゃ。おやすみなさい言われちゃったおやすみなさい先に言われちゃった。アンディオス言われてしまいました。ありがとうございます。すいません。明日はそんな感じでまた何か流していけたらなと思ってます。深夜さん、うねさん、なるさん、少ない人なのになぜ覚えられないの、ナバルさん、それと見てくださってる方ありがとうございます。またよかったらいいねボタンと、この終わり方と始め方がよく分かってないんですよね、まだね。何回やってるんだって感じなんだけど、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。いいねボタンモチベーションにつながるんで、ぜひお願いします。またそれではおやすみなさい。ありがとうございました。また明日です。大丈夫。終了。